皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、対局の方をやっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで、音声ね、読み上げを香川真奈女流三段に今回設定してあります。あなたが先手です。はい、私の先手ですね。はい、という方、初段の方です。向かい飛車が得意戦法ということなので、相手方振り飛車ですかね。これは、一手損、一手損ですね、角換わり型振り飛車ですね。はい、おそらく。そうですね、こう角を交換して、これは本当にね、前指した時言ったんですけど、多いですね。この角交換して、2二銀と上がりましてね。はい。さあ、どうしますかね。ちょっといろんな指し方があるんでね、ちょっといろんな指し方を試してみたいところなんですけど、何引いたかと言いますか。で、4六歩とついて、ちょっとね、本当いろんな指し方があるのでね、試してみたいなと思ってる作戦なんで、いろいろやってみますかね。これ玉をね、もうどんどん囲っちゃう指し方もあるんですが、今回ちょっと、少し工夫をしてみまして、玉を6八のまま、ちょっと戦ってみましょうかね。で3七桂と飛んで、これね、2四歩同銀というね、反撃を、軽減しています。それで7七銀と上がりましてね。ちょっとね、王様を6八のまま進めるというのが、実は私のささやかなね、工夫でございます。で、ですね、飛車を引きまして、うまくいくかというかね、あんまりね、私もやったことがない指し方なんですけれども、これでね、玉をむしろ6八のまま、戦ってしまおうと。これ7五歩ってついちゃうかな。これくらいを取っときまして、で、4八金ですかね。こう上がりまして、これね、角換わりでよくあるような形なんですが、こうやっておいて、そうですね、場合によってはね、地下鉄飛車のような指し方ですね。これちょっと、これも欲張りな作戦では欲張りな作戦なんですが、王様をね、7九玉、7八玉と囲えば、通常のというかね、今までおそらく角換交換型ね、振り飛車に対して私は指してきた指し方なんですが、ちょっとね、玉が6八のままなんですけれども、上部に盛り上がってね、下段飛車を急ぎまして、これ先手だけ言えばね、6六銀とか7六銀とか上がって、7七桂から、飛車をね、場合によっては8筋、9筋の方に回るような、狙いがあります。今まではね、今までからですね、これまでご紹介してきた指し方はね、結構上部にね、厚みを作って対抗するという指し方なんですけど、この場合はね、どちらかというと、ちょっと攻撃追決性もあるようなね、指し方になります。今、5五歩ちょっと欲張った手ですね。これ5五歩は、そうですね、ちょっと金が上がって上ずるんでやりにくいかなと思ったんですけど、金が上がってきましたね。力強い指し方ですね。バランス取るのがね、結構難しそうなところもありますね。これどうしますかね。7七桂と飛んでしまう手もあるところです。7七桂ですと6二飛車とね、さらに圧力をかけてくる可能性がありますね。ちょっと一回つけますか。これね、6五歩で終われちゃうんですけれども、5四金という形があまりいい形じゃないので、6六銀と上がって5四金と上がらせたというね、考え方ですね。今ね、5四金のところで4四銀という受け方もあったんですが、その場合4五歩とつきまして、銀を追っ払ってね、5五の歩を取る手があったんですね。ですので、5四金とね、金の形を受けたんですが、これがね、あまりいい形じゃないというのがね、私の主張になりますね。どうしましょうね。6五歩とついてこなかったですね。これ7六角と打つような手も一応ありますね。結構手が広いです。5六同銀という手もあるんですが、3五歩とね、桂頭を狙われる手がちょっと気になるところです。8六歩とついて。これはね、7七桂と飛んで、場合によっては、飛車をね、やはり回る手を狙っているというところです。はい。この5四の金が非常に威張ってる形と見るのか、それとも美濃囲いから上ずってしまって、負担になるのか、そういったところですね。一番の理想はこの例えば3三の銀が5四に来ているとね、振り飛車側としてもいいんですが、3三の銀がとね、5四の金が若干重複したようなイメージになってるんですよね。守りの金がね、やっぱ出動してる形になっているので、そういったあたりですよね、どうなるか。例えば3三の銀が6三とかにいるとね、ものすごいいいわけですね。これ3三の銀はワープできないですけど、6三とかにいると、非常に好形でね、振り飛車不満なしなんですけどね。で、6三銀です。これさらにね、厚くしようということですね。ついてますからね、8五歩とね。これが結構ね、やってみたいというかね、上部を、圧力をかけましてね。はい。で、7七桂から、
8九飛車という手をね狙っております。一回玉寄ってみますかね、こちらにね。これはね中住まいにして、むしろこう玉頭の方でいっぱいついてしまったので、こっちに囲むとね隙が出てきます。4二銀ですか。これはねやはり先ほど言ったように3三の銀が重複してるのでくっつけに来たということですね。さあじゃあ7七桂飛んじゃいますかね、いよいよね。でいよいよ8九飛車をやりたいですね。行ってみますか、8九飛車ね。はい、こうね飛車回って、2四歩同歩同飛車とね反撃していく手がありますが、こっち行きますか、2九飛車とね。これが8九飛車、これがね一応狙いの地下鉄飛車ですね。こうなってくると私の方居飛車というかね、なんていうか右玉組のようなね駒組みなんですけどね。これで8六歩同歩同飛車とね、玉をね一気に攻略というかね、玉側に圧力をかけていくということですね。これが狙ってた構想でした、今回ね、序盤からね。玉を囲ってしまうとね、これができないですね。むしろ6八にとどめておいて、これむしろね、5八玉とね、中央側に、囲い直すことで、8筋のね、相手の玉の方を攻めることが、できるという考え方です。で、7四歩ですか。これは非常に積極的な手ですね。同歩同銀とね、繰り出してこいということでしょうか。どうしますかね。8六歩、8四歩同同飛車、8三歩、8九飛車、7五歩。同銀、7六歩という感じですかね。でまた桂馬が止めるんでどんどん行く手もあります。いや難しいですね。私もね玉が近いのでね、あまりこうなんていうんですか、偉そうな感じにはできないですね。欲張った感じはできないですね。あと7四歩同銀、8四歩という手もありますね。同歩同飛車とね、それが金に上がって飛車に行って、あとは7四同歩同銀に7六歩という手もありますね。渋くね。どうしよう、8四歩同歩同飛車でこうって、で最後7三桂と飛ぼうってことかな。いやいや、なかなかそうですね、難しいとこですね。8四歩できますか、これはね。これね、玉がやはりね、5八近いんでね、なかなか私の方としてもそれほど楽観はできないですね。これ6一か4一角とかどんどん行く手もありますね。パンパンね、ちょっと過激すぎるかな。7四歩同銀、同銀で8四飛車という手もあります。この辺手がね広いですね。同飛車でこう打って飛車を、引いて取って8歩を突いて同歩で、ちょっと今いろいろ考えてるんですけどね。どうしましょう。同飛車でいきますか。同飛車でこれ8三歩でしょうけどね。これで飛車引く位置ですね。8六に引くか8九に引くか。8六に引いて7五歩に9五歩とどんどん8六に引いてますかね。これね2八角という手が一応あるんですが、2八角には8九飛車と引いて2九飛車と引けばね角が逮捕できます。これで怖いんですけどね、2八角がね。で7五歩でした。これ同銀とで取ると7四歩と打って、銀が下がって7三桂という感じのねイメージで相手の方指されると思うので、ちょっとねどんどんいってみますかね。8歩をついて。これはね、もう、私は許さんというかね、どんどん攻めてしまおうってことですね。ただ微妙なとこですね。もう繰り返しなんですけど、私の方がね、穴熊とかだったらね、すごくいいんですけど、やっぱこれ、中住まいの王様っていうのは、薄さもね、あるので、あんまりね、喜んでバンバンいっちゃえなんてやっちゃうとね、反動がきついんですよね。で、同歩でした。どうしますかね。8四歩、同歩、7五銀と出てく感じにしますか。で、5と8四。そっち行きますかね。8四歩と打って。これはね、単に7五銀と出ますと7四歩と打たれるので、8四歩と合わせまして、同歩に銀を出ると。手筋ですね。これがあるなーなんて言おうと思ったら、さすがですね、相手の方ね、強い方ですね。これね、この手が嫌な手なんですよ。銀が出ると、歩を打ってね、で、桂取りになってますからね、同飛車と取らせて、これで少しね、玉頭を軽減しようということですね。いや、強いですね。それで2八角、なるほど、なるほど。これあると思ったんです。さて、関心ばかりする場合じゃないですね。どうするか。これね、1九角成があるので、私ものんびりできないですね。どうやって攻めていくか。4一角かな。4一角と打ってみますかね。難しいですね。8三歩と叩いて同金で、銀が出ると同金角出力が上がる。ギリギリですね。それもありますね。それでうまくいくかな。切って飛車なる。過激すぎますかね。ちょっとね、ついね、過激な手が思い浮かんじゃいますけど、ちょっと無理かな。4一角ぐらいが無難ですかね。
これはちょっとね、なだらかな手に一見見えるんですけどね、こうね、緩めてるように見えて、この6三の銀を狙って力を貯めた手です。はい。今で言ってたのは8三歩と叩いて、同金に8四銀と出て、同金に7一角とかね、もう大技をかけていくような手も、まあ、考えたんですけれども、うん。まあ、これ6二銀とか辛抱されるかもしれないですね。うん。相手の方、強い方は6二銀と受けてくるかな。そうですね、強い方でね、やっぱりそんなね、簡単には崩されないですね。まあ、銀が出る同銀同角成で7三歩と受けようと。まあ、歩を継ぎ歩する感じにしますかね。いや、難しい。難しいところですね。継ぎ歩して。いや、この辺ね、難しいですよ、言って言って。そんな簡単じゃないです。私のもね、攻め間違えると、あと、まあ、香車を取られるのがもう分かりきっているので、そんなにゆっくりね、させないんですよ。まあ、8五歩はこれね、ゆっくりしてるようで8四歩と取り込むとね、極東に効いてくるので非常に厳しい攻めになります。はい。で、まあ、6三角成と角を切ることができるんですけれども、こういう切る手はね、できればね、相手に催促してもらってから切っていたいんですね。具体的に言うと、例えば4二飛車とか、5二銀とか、催促した時に角を切れるのが一番理想でして、名前ないで切るとね、やっぱり、丁寧に受けてきました。これはもう、こう打ってゴリゴリいく感じですね。これがね、8四の歩が向きが変わったことで厳しくなっているのはね、皆さんお分かりいただけると思うんですよね。歩ですか。これは危険そうですね。どっちがいいですかね。これ8三歩成同金、6三銀ならずの方が厳しいかな。これはちょっと攻めが炸裂してきたかもしれないですね。歩の位置が変わったんでね、歩をなって、まあ、今日は取られたんですが、まだ本陣はね、安全なので、まあ、攻めさえつながればですね、理想はしかもあと駒損を回復できればね、一番いいですね、私の方としてはね。今、共存なので、そうですね、投了になりました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型が角交換型振り飛車ということで、今までもね、このチャンネルで何回かね、もうすでに対戦させたね、してきた戦法なんですよね。で、今回はまあ、今までと、ちょっとね、対策を変えましてね、今まではまあ角交換振り飛車に対して、玉側のね、玉頭側のね、厚みで、対応していたんですがね、今回はちょっと地下鉄飛車でね、ちょっと一味違った対策をね、お見せできたんではないかなと思っております。こちらの方の、ね、指し方、解説編でゆっくりやりたいと思いますので、そちらの方の動画もね、ぜひぜひご覧いただければなと思っております。はい、この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。